日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。皆さん、楽しく日本語の勉強をしていますか？自分が大好きなドラマやアニメを見ながら毎日楽しく日本語を勉強している人も多いようですね。じゃあ日本語のニュースはどうですか？何？ニュースは難しい？ニュースはつまらないから見ない？なるほど、そうですか。でも外国語を勉強するためにたまにはその外国語のニュースを見た方がいいんです。どうしてだと思いますか？例えば私は台湾のニュースで初めて黑心油とか鲑魚之乱という中国語を知りました。一つは食用の油に廃油を混ぜて売っていた業者についての悪名高い事件です。そしてもう一つの鲑魚之乱、つまりサーモンの乱というのは回転寿司チェーンのスシローという店と関係があるすごく面白い話です。ただでサーモンをたくさん食べるために自分の名前を変えることまでした人がいると台湾ではかなり大きなニュースになりましたね。知らない方は後でググってみてください。こういういわゆる時事単語は事件の後も数年間はよく会話に出てきますので、現地の人と話すときに知っておくと話がすごく弾みますよ。実際私も台湾に住んでいてそれを感じています。もしあなたが日本語を勉強しているなら、日本の人たちが今どんなことに関心があるのか、どんなことが社会現象になっていて、どんな言葉が流行語になっているのかを知ることはすごく大切なことだと思います。今日はストレスなしに楽しく日本語のニュースを使って勉強できる4つの素晴らしいサイトやアプリをご紹介します。まず一番初めは東大 Easy Japanese News です。このアプリは素晴らしい機能が本当にたくさんあって、初級レベル、つまり N5 レベルの方から上級者、つまり N1 レベルの方までどんな方が使ってもすごく役立つアプリだと思います。毎日無料でいろいろな新しいニュースを見ながら日本語を勉強することができるんです。そしてニュースのソースも CNN や朝日新聞や NHK などいろいろあります。上の優しいと難しいのボタンを押すことで比較的簡単なニュースと少し上級者向けのニュースを切り替えることができますよ。この右上の設定のところでは自分の言語を選ぶことができます。かなりたくさんの言語があることがわかりますね。また自分の今のレベルを選ぶこともできます。最初の設定では N5 になっていますので、その場合は N5 から N1 までの全ての重要単語がレベル別に色分けされて表示されます。今日はとりあえず N5 レベルの設定のままでニュースを見てみましょう。知りたい単語をタップすると単語の読み方や意味が出てきます。そしてスピーカーマークを押すと発音を聞くこともできます。下にある再生ボタンを押すとこのニュース全体を自動音声で読み上げてくれます。このうさぎのマークを押すと音声の速さも細かく調整することができますよ。この音声は自動音声ですが、発音やアクセントは結構正確です。でもどうしても人工的な音声が嫌だ、日本人の自然な音声が聞きたいっていう人は右下のこの部分を押すと元のニュースのページにジャンプすることができます。そしてそのページにもし動画がついている場合は日本人のニュースキャスターの本場の発音を聞くことができます。さてアプリのニュースページに戻りましょう。
上の方にあるヘッドホンのボタンを押すと1行ずつ朗読を聞いてから自分でも朗読を録音できるようになっています。自分の朗読とアプリの音声を比べながら発音を練習することができるんですね。次に上のノートのマークを押してみましょう。すると今回のニュースに出てくるいろいろな単語が挙げられています。もちろん発音を聞くこともできます。病院。今度は右下のフラッシュカードと書かれたマークを押してみましょう。するとフラッシュカード形式でいろいろな単語を練習することができます。時々ここに載せられているニュース記事以外に自分が興味がある日本語サイトで勉強したいと思うこともあるかもしれません。大丈夫です。自分が読みたい記事のページでまず文章の範囲を選びます。すると Easy Japanese という項目があるので、ここを選ぶとなんとこのアプリにその文章を取り込んで発音を聞いたり単語を調べたりもできるようになりますよ。すごく便利ですね。ところでこの動画を見ている方の中には今年 JLPT という日本語検定を受ける予定の方もそうでない方もいらっしゃると思いますが、どちらにしてもこの JLPT の機能はすごく役に立つと思います。自分が練習したいレベルを選ぶとかなりたくさんの練習問題を解くことができるんです。 N5 の練習問題はこんな感じです。そして N3 の練習問題はこんな感じですね。またこの下の欄にはそれぞれのレベルで知っておくべき単語もまとめられています。自分のボキャブラリーを増やすのにも役立ちそうですね。それから下のレッスンと書いてある部分を押すと会話コース、文法コースなどいろいろなコースで勉強することができます。それから辞書と書いてある部分では自分で文字を入力して意味や読み方を調べる機能もありますし、漢字の書き順を教えてくれる機能もあります。そして例文もかなりたくさん出てきます。またある言葉の絵や写真を視覚的に見ることができる機能もとてもいいと思います。例えば色の名前、色の名称を書くとその色が出てきます。便利ですよね。このアプリは辞書としてもかなり使えると思います。あと私がすごいと思ったのはこのカメラの機能なんです。このカメラで日本語の文章を映すとその文字を読み取ってくれるだけではなくてちゃんとそれを読み上げてくれるんです。そして自分の言語での翻訳文まで表示してくれるんです。これも便利な機能ですよね。さっき一番下の左のニュースのボタンでは最新のニュースがたくさん出ていましたけど、ニュース以外の内容を見ることもできます。この一番下の右のボタンを押すと人気のコンテンツがたくさん出てきます。その中では人気がある歌を選ぶこともできるんです。歌詞とその翻訳を見ながら勉強することもできます。こんな感じですね。あとは歌だけではなくてこれまで人気があった過去のコンテンツやポッドキャストを見ることもできます。すごく機能がたくさんあるので自分にとって必要な機能を重点的に使ってみてください。多分無料版で十分な練習ができると思いますが、もし全ての機能を無制限に使いたいなら今回アプリの開発者の方が私のチャンネルの視聴者さんたちのために 50% オフの特別なプランを準備してくださいました。ただ気をつけてほしいのはこのお得なプランのお申し込みは5月18日の1日だけしかできないようです。ですからこのアプリが気に入った方はぜひ5月18日にこの動画の概要欄からこの特別なプランに申し込んでくださいね。
でももしかするとあなたはもうこれ以上新しいアプリをインストールしたくないと思っているかもしれません。じゃあ今からアプリをダウンロードしなくてもネット上で直接見ることができるいくつかのサイトをご紹介しますね。まず最初は NHK ニュースウェブイージー NHK ニュースウェブイージーというサイトです。ここに優しい日本語で書いたニュースって書いてある通り、このサイトでは NHK のいろいろなニュースが簡単な日本語に書き換えられているんです。ニュースを聞くっていうところを押すと、この簡単なニュースを自動音声でゆっくりと読み上げてくれます。でもどうやら速さの調節はできないようですね。漢字の読み方を消すのボタンを押すと、それぞれの漢字の上にあった振り仮名を消すことができます。もう一度押すと振り仮名がつきますね。そして線が引いてある単語を押すと単語の意味が日本語で出てきます。ここにもありますけど、人の名前などの固有名詞はこのように色分けされていますね。例えば上級者の皆さんはまずこのサイトで大体のニュースの意味をつかんでから実際の日本人向けのニュースを読んでみたいと思うかもしれません。その場合はニュースウェブで読むっていうところを押すと、元々のソースとなっている NHK のニュースが出てきます。こちらは日本人向けなので振り仮名もありませんし、文章も結構長くて少し難しい単語も出てきます。でも先に簡単な方のニュースをもう読んだので、難しい方のニュースも理解しやすいかもしれませんね。ある人たちは自分の国の言語でまずはニュースの内容を理解してから日本語のニュースを見たいと思うかもしれません。そんな時にすごく役に立つのが NHK ワールドジャパンというサイトです。このサイトには中国語ページや英語ページなどかなりいろいろな言語のサイトがあります。一つの使い方として、先にあなたの言語でまずニュースを読みます。そして大体の意味をつかんでから日本語サイトで同じニュースを読んでみるっていう方法ですね。その場合はニュースのこの一番最後のところに同じニュースの日本語版はどのページにあるかっていうのが表示されていますので、このサイトをコピーペーストして日本語版を開くことができます。またはその逆にまずは日本語版を読むことに挑戦してから自分の言語で意味を確認するっていう方法もあります。どちらもいい方法だと思います。さて、ここまで紹介したのはかなり有名なサイトやアプリだったんですけど、最後に一つあまり知られていないでもすごく役に立つサイトをお伝えします。それが日本 .com というサイトです。ちなみに日本と日本は読み方は違いますが同じ意味です。でも日本の方が少し正式な感じがします。このサイトでは日本のニュースだけではなくて日本社会や日本の文化について7カ国で記事が掲載されています。これはもともと海外の方たちに日本についてもっともっと知ってもらいたいっていう願いからできたサイトだそうです。じゃあ例えば今見ているのは繁体字中国語のページなんですけど、上のボタンではいろいろな記事が分類されていますね。ですから普通のニュース記事もありますけれども、この視觉日本、つまり視覚日本のところでは動画付きの文章を見ることができますね。また日本入門、日本入門の部分はかなりおすすめです。例えば有名な東京タワーについての記事もあります。もちろん日本語に切り替えて日本語で記事を読むこともできます。またうちわと扇子はどう違うのかすごく興味深いですね。はい、どうでしたか？
皆さんが日本のニュースを通して日本について知ったり、日本語を勉強したりする助けになれば本当に嬉しいです。いろいろな動画を見逃したくない方はぜひチャンネル登録しておくといいと思います。また LINE の方には限定動画もありますよ。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。